皆さんこんにちは。午後のですねテックトークの一つ目のセッションにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。私ウーブンキャピタルでチーフインベストメントオフィサーパートナーを務めております加藤美智子と申します。でこちらウィル株式会社の広報健一さんをお迎えしております。本セッションではウーブンキャピタルとウィルが描くモビリティの未来ということでウーブンシティの仮説の一つでですねモビリティは移動から社会インフラに進化しているのではないかという、大きな仮説があるわけですけれども、まさにその本セッションではですねウィルさんとすでに起きているマーケットの変化についてお話をしていきたいと思います。さて最初にですね簡単にウーブンキャピタルおよびちょっと他のですねトヨタの投資機能についてもご紹介させていただければと思うんですけれども、こちらにお示ししているのがですねトヨタ内のスタートアップ投資機能になります。まずこの10年ぐらいトヨタではですねいろんなスタートアップ投資をいろんなグループでしてきてるんですけれども、まずトヨタベンチャーズを10年前に始めてシリコンバレーで中心にアメリカのアーリーステージのスタートアップに投資をしてきています。そして5年前からですねウーブンキャピタルでは今度はグロースステージのある程度大きくなったスタートアップに投資をして、トヨタとの協業を盛り上げると、そういう戦略投資をしてまいりました。でウィルさんもその投資先の一社としてでございます。で最後にですね半年ぐらい前去年にですねトヨタインベンションパートナーズという3つ目の投資機能を構えまして、こちらではトヨタベンチャーズやウーブンキャピタルのファンドの次元性があるので、その2つのファンドでカバーしきれない戦略投資をですねアーリーステージからグロースステージまでステージアグノスティックで投資をしてまいりたいということで、あらゆる地域の、あらゆるステージのスタートアップに、投資ができる構えができたということでいろんな機能いろんなチームでスタートアップ投資を行っております。ウーブンキャピタルについてでは我々の使命はですねモビリティの未来を切り開く、イノベーターをグローバルに発掘して投資を通じて支援するというものです。で主に投資テーマ3つありまして、ビルド作るとムーブ動くとコネクトつながると3つであるんですけれども、トヨタ作ることについては、とても得意な会社ですので、物の作り方を変えるとか、スケールさせていくみたいな投資テーマだったりとか、もちろんモビリティですとか今来ているエマージングテクノロジーみたいなところですね。で最後それをつなげていくとかデータにつなげるエネルギーにつなげるみたいなコネクトの投資テーマでも投資を行っています。で現在約20社グローバルに投資先がありまして、繰り返しになりますがウィルさんはムーブのところで投資先として今協業させていただいています。では早速、ゴホさんにもですねちょっと最初自己紹介というか会社紹介をお願いできると思いますがお願いできますか。はい、ありがとうございます。ウィル株式会社呉宝健二と申します。CFO をやってますが海外も国内も含めてですね事業会社との連携も私の部署の中でやってますんで、そういった観点でも加藤さんとはいろいろと連携ということを日頃から話をさせていただいてます。ちょっとウィルについて紹介させてください。今こちらにあるスライドなんですけど、ウィルはミッションが全ての人の移動を楽しくスマートにするというものでして、我々がやっている移動というのはいわゆる歩行困難者向けの近距離モビリティ、この領域でのソリューションを世界中で展開しているという会社になります。歩行困難者っていうのは500メートルの距離を自分の足で歩けない方々なので、普段は日常生活自分で歩いてたりもするんですけど、長距離になると歩けない方っていう方に向けて、物を売るっていうメーカー機能もやってますけど、今はどちらかというとこういったモビリティを使っていろんな場所に設置していったりしてレンタルですとか、あとはシェアリングサービスみたいなこういったものを展開するサービス側のところも強化しているという会社になってます。でその中でもですね次のスライドがあると思うんですけど、近年力入れているのが自動運転車椅子のサービスというものを我々展開してます。今こちらでお見せしているスライドが左側、これ空港の中で手動の車椅子を空港のスタッフが押しているという写真なんですけど、これ世界中の空港で今行われているプッシュサービスというものでして、旅客者が航空会社にこのサービス提供を受けたいですって言ったら無償で提供する義務が航空会社側にあるっていうものなんですね。世界中そうです。見ていただくと分かるように一人のお客様に対して一人人がつかなきゃいけなくて、
空港広いもんですからお客さんどっかに連れてって戻ってきたらもう平気で1時間ぐらいかかるっていうのですごくコストもかかりますし、近年こういうプッシュサービスのプッシャーと言われているこのスタッフの仕事をやりたがる人もなかなかいなくなってきていて採用も困っているということで、これをロボット化するというこういうビジネスになっています。ここの部分っていうのが、まずは空港からやってるんですが、国内では、病院とかあと介護施設みたいなところにも展開し始めていて、このサービスを世界中で広げていくことによって、特にフィジカル AI みたいな文脈での我々の事業を広げていけたらいいなというふうに思っています。ありがとうございます。まずはじめにですね、すでに起きているモビリティの未来みたいなところから話していきたいと思うんですけれども、空港でのサービス、私も何度も乗ったことがあって、子供も大好きなんですけど、なんで空港なんですかっていうところから伺ってもいいですか？はい、ウィルは2012年創業でして、もうこういったモビリティ始めた頃から、いわゆる自動運転みたいなものはコンセプトとしてはあったんですよね。ただ当時はそれをじゃあどういうアプリケーションでどういうビジネスにしていくかっていうのはなくて、で実際に技術開発ができたのは2018年9年ぐらいなんですけど、その時から事業化を考えた時に当然自動運転が入っているような機体になってくるとなんていうんですかね、コストがそれなりにかかるんで、これがちゃんとビジネスになるためには施設の中で施設のスタッフが車椅子を押しているようなサービスが提供されている場所じゃないとビジネスモデルが成り立たないっていうのがあって、これって具体的に言うと病院とか介護施設とかあと空港なんですね。逆にララポートとかそういうとこに行っても車椅子はあるんですけど貸してはくれるけど別に押してはくれないので、一緒に行ったご家族が押すとかそういったパターンになるんで、これだと多分ビジネスモデルとして成り立たない。で、その病院介護施設空港の中でじゃあどこから始めるかっていう時に、我々結局空港を選んだのは一番その施設として面積が大きくてフラットな場所で階の移動もあんまりないところですごく自動運転の導入には適しているっていう部分が技術的にはあります。あとお客さんの集中というか空港って大きい空港ってもう結構数が限られていて、日本だと本当に5空港ぐらいで日本の旅客者の8割を超えるようなトラフィックをさばいてたり、米国でも25空港ぐらいで米国の全部のトラフィックの6割超えるみたいなところなので、営業がかけやすい、そういった意味で、まずは空港からというふうにスタートしています。なるほど。じゃあ置き換えのニーズというか労働力がはっきりしていて、そこですでにお金を払っているから、それで売り上げが立ちやすいみたいなところがポイントだったってことなんですかね。そうですね。なるほど、ありがとうございます。で、日本からこれって日本から始められたそもそもビジネスなんですか？はい、羽田空港から。なるほど。で、今結構海外の何空港でしたっけ？結構いろんなかなりいろんな空港入ってると思うんですけれども、なんか日本から始まって海外今グローバルを目指すスタートアップって多いと思うんですけど、言うは易しですごい難しいと思うんですが、なんか日本から始まって海外に行った時にこう違ったこととか新しいチャレンジってどういうところがありましたか？そうですね、ウィルはもともとこれをやる前から最初からビジネスをグローバルで展開してました。創業当初から日本だけだとちょっと我々がやっている車椅子の領域っていうのはニッチすぎてビジネスとして成り立たないんで、グローバルでやるっていうのがベースにはあったんですけど、その中で、この自動運転に関しては日本からスタートしたきっかけはコロナがあってそれまでずっと空港とかいろんな病院とかも含めて営業はかけてたんですけど誰も採用してくれなくて、考えてみたら分かりますよね。その車椅子のロボットに人乗せて患者さんとかお客さん運ぶってリスク高すぎてそんなの誰も OK しないみたいな当たり前のところだったんですけど、コロナになって空港で車椅子で人運んでるとソーシャルディスタンスが取れないから2週間後に導入してくれみたいなことをある日羽田空港から言われて、そこからスタートしたんですね。なのでたまたま日本からスタートはしてるんですけど、実は最初からマーケットはやっぱり米国とか欧州が一番大きいで、我々も狙ってたのは米国欧州のマーケットを狙ってたんで、まずは日本でスタートして日本で技術を磨きながらコロナが明けてきたら2023年ぐらいですかね、米国展開で今はヨーロッパも含めて、グローバルで大体25ぐらいの空港施設で展開していて、今現在でいうと大体100万人ぐらいはうちの自動運転の車椅子のサービスに乗ったことがあるっていう、そういうトラックレコードになってます。なるほど、ありがとうございます。
なんかビジネス商習慣の違いとかやってみて、なんかお客さんとして本質的に違うなみたいなのってあるんですか？はい、アメリカヨーロッパがやっぱり圧倒的にマーケットが大きいっていうのは、こういったサービスを使う人がすごく多いんですね。で旅客者も多いんですけど、日本の10倍とかいるんですけど、その中で使う人の割合が多くて、やっぱり多少歩行困難だろうと何だろうと、こういうものを使ってでも外に出ていくっていうメンタリティーとか、あとはこういうプッシュサービスを人に頼むのが別に恥ずかしくないというか、別に使えばいいっていう合理的な判断で使う文化があるんで、結果的にものすごい数のプッシュがなんかアメリカの空港では行われてるんですね。日本の大体5、6倍、下手したら10倍みたいな勢いで見るようなサービスで、例えば米国だと1台の飛行機、大型機が到着したら、もうゲートで10台ぐらい車椅子が待ってて、で大体100人200人いたら10台ぐらいは10人ぐらいはこういうのを使うっていう人たちがいるので、やっぱりマーケットが大きい、使う人のメンタリティーがなんかちょっと違うっていうのが米国のマーケットにあるかなと。あとは人件費も高いとか、そういった面においてもやっぱりコストが高いので、より代替性があるっていう状態です。ウーブンキャピタルの投資先でもレベル4の自動運転のニューロですとか、あと倉庫の中の大きな施設の中での自動運転、フォークリフトの自動運転をやってるサードウェーブオートメーションで会社とか、自動運転テーマいくつかあるんですけど、なんか一概に言うと海外の方が進んでて、やっぱりアメリカと中国とかって、やっぱり自動化の波すごくて、どちらかというと日本は慎重でみたいな多いんですけど、なんか車椅子だけちょっと逆なの面白いなと思って、コロナがあったからって今お話ありましたけど、なんか日本での自動化への抵抗みたいなのってこれまであったりしたのかなって、特にコロナの後って寄り戻しとかもありえたと思うんですけど、その辺ってどうですか？一回何らかの形でスタートできたので、そうすると意外とお客様の受けがいいっていうのがあって、なんとなく続けさせていただけたし、その中で出てきた課題っていうのは都度潰していくっていう、我々ベンチャーなんでスピードが速いのだけは取り柄なので、空港ビルディングさんとか JAL さんとか ANA さんとかの要望に対してどんどん改良できるっていうので、なんか続けさせていただいているし、おかげさまで拡大もさせていただいているという状態です。わかりました。じゃ次にですね、フィジカル AI のテーマに移っていきたいと思うんですけど、最近この2年ぐらいすごい聞く言葉だなと思うんですけれども、いわゆる昨今のフィジカル AI っていうテーマの中でウィルって今どこにいるんでしょうか？そうですね、その文脈で言うと、モビリティでいわゆるラストマイルのフィジカル AI の会社というふうに思っていただければと思います。でフィジカル AI ってやっぱり当然ながらピュアな AI、 ソフトウェアだけの AI と比べてそのフィジカルが入ってくる分難しいですし、いろんな実装に時間がかかるとか、資本効率が悪いとか、チャレンジも格段に難しいと思うんですけれども、なんかウィルさんでなんかこれはできてるけどなんかこれはまだ難しいって見えてきてるなんか景色があれば、他にもスタートアップさんいらっしゃるんで分かりやすいかなと思うんですけど、どうでしょうか？はい、我々のシステムは基本的には自動運転のこの車椅子のハードウェア、この機体の中に全て一旦収まっていて、これ単独で独立してマップを読み込ませておくと、その空港の中とかで自動で走ることができるシステムになっています。でこれをもとに、今は航空会社のシステムとの連携みたいなことで業務効率を改善する、オペレーションを改善するみたいなことまではできてるんですけど、ここまでってあんまり AI は関係ないんですよね。で、まだできないんですけど、今後やりたいっていうかやらなきゃいけないと思っているのが、本当に特に我々がやってる歩道領域に関しては人が主役だと思ってるんで、人に合わせてこういうロボットが動かなきゃいけない。でその時に人って特にルールなく歩道のとこを歩くんですよね。で別に一方通行なわけでもないので、我々の自動運転の車椅子が走っていて、で正面からじゃあ誰かが歩いてきた時に人間だったらその人がこっちを向いてるか、アイコンタクト取れるかどうかによって避けるか避けないか、あとは左に避けるか右に避けるかっていう判断をするんですけど、これをやろうとすると意外といろんなセンサーのインプットが必要だったり、あとその膨大なデータに基づいてその判断が変わってくるんですね。よく言ってるのが、
東京と大阪で人って避ける向きが逆なんですよ。なので正面から向かってきた時にこの東京大阪で自分はどっちに避けるかっていうのが結構違っていて、皆さんちょっと意識しているかどうかわからないんですけど、多分その関西の人が東京に来ると歩きにくかったり、東京の人が大阪に行くとなんか人の波の中でうまく歩けないっていうのがそういうのがあって、こういうのを全部 AI で処理して最適な動きを人に合わせてやるっていうのができるような世界っていうのが必要かなというふうに思っています。なるほど。いや面白いですね確かに私もちょっと地方出身なんで分かるところあるんですけど、そうするとなんかこう人との共存みたいなのが難しいっていうのと、あとあれですか、他のロボットとのなんていうか交通整理も必要っていうことなんですかね。そうですね、これまたちょっと違うレイヤーの話で、我々のシステムを効率よく動かす、より自然に動かす話とは別に、いろんなロボットが同じ場で動き回っているときにその全部をちゃんと把握して最適に動かすというか制御する、オーケストレーションするっていう技術が必要で、ここは実は一社だけではやっぱり自分たちだけではできないことなので、ここをやる人たちが必要で、今日もいろいろと展示見させていただいてそういった内容のものもいっぱいあったんで、ぜひそういうのは一緒に協業していってやれたらいいなというふうに思ってますね。ありがとうございます。まさにウーブンシティって多分その一段上のレイヤー、なんかそのシティレイヤーでっていうことだと思うんですけど、実際でも空港とかではもう実運用もされてるので、なんかこうあえてシティを作ってまでっていう考え方もできると思うんですけど、なんていうか世界で実運用もされてるウィルさんから見て、こうなんかシティに期待することとか、なんかこういうテーマだったらシティのなんだろうな使いがいがあるなみたいな、なんかアイディアあったらそれも聞いてみたいです。そうですね、やっぱり我々がやっているこのサービスが単独で回るシステムというのは自分たちでできるんですけど、じゃあいろんなロボットがうまく協調して走るみたいなレイヤーは一段上で自分たちだけではできないですし、多分もっと先に行くと空港を出て街中につながっていくところも含めてオーケストレーションしようとすると、もっと町レベルもしくは国レベル、自治体とか国レベルでの、なんかこうインフラがないとできなくて、ここの部分は本当にトヨタさんぐらいの大資本となんかこう行政も含めて動かせるような力がないと実現できないと思ってるんで、そういったところがやっぱりスタートアップからすると一緒にやりたいところかなというふうに思います。だそうです。シティの方も多分いらっしゃると思うんで、ぜひよろしくお願いします。そうですね、なんかついでに暮らしと都市へみたいな、モビリティと暮らしと都市みたいなテーマでもうちょっと続けたいんですけど、なんか都市側ってなんか我々が今住んでるなんかよく未来の都市みたいな期待されることをウーブンシティもあると思うんですけど、こう自動運転が一般的に、特にラストマイルでの自動運転が一般的になると思った時に、なんか都市側がどう変わっていけばいいかとか、なんかもし気づいてるとことがあればどういうところですかね。そうですね、ウィルがやっている領域は歩道領域なんで、ちょっと車と違って歩道領域はやっぱり主役が人だと思うんですね。人にロボットが合わせていくべきだと思ってるんで、ベースのフィロソフィーは合わせる。だけどそうは言っても効率よく安全にやっていこうと思うと、多分今後もうちょっとロボット寄りの部分も出てくるのかなと思っていて、どうなんでしょうね、例えばエレベーターとの連携って、我々実は成田空港で自動運転の車椅子がエレベーターと連携して動くっていうのはサービスとしてやってるんですけど、すごく混み合った場所とかで人もいっぱいいてエレベーターも人もロボットも使うってなるとそう簡単にはいかないんで、もしかしたらなんか将来的にはロボット専用のエレベーターがあるような施設になっていくとか、そういうようななんかこう、インフラをこう企画する段階でロボットを意識した設計っていうのが取り込まれるのかなっていう気がしますね。なるほど、ありがとうございます。あとそうだな、なんかこの歩行領域の自動化とか、よく直接に言うと車椅子の領域ってすごく大事だけど、正直こうビジネス化しにくいみたいな難しいところだと思うんですけど、その中でチャレンジしてグローバル化されてて素晴らしいと思うんですけど、もっとこうモビリティフォーオールがこう当たり前になって、ウィルのようないろんなこうデバイスでみんなのこうモビリティ問題が解決してみたいな、こうなんか10年20年30年のなんか呉鵬さんから見られた
当たり前の世界で多分今のそれと何らか違うんだろうと思うんですけど、どういうふうななんか世界というかどういうふうな景色がウィルスさんとしてはなんか理想としているのかとか目指しているのか、こうなんか当たり前、どういう当たり前が未来にあるんだろうみたいなところもうちょっと話してもらっていいですか。そうですね。やっぱり我々のサービスもそうなんですけど、スタンダローンのサービスとして始まって、既存のプッシュサービスに統合インテグレーションされていって、次のフェーズはいろんなロボットとも協調して動くようになるっていう、でも施設内で収まっているような発展から、先ほどちょっとお話ししましたけど、そこから施設の外に出て、例えば e パレットとうまく連携してその自動で乗り込んでいって目的地まで連れてってくれるとか、いろんなモードのモビリティとつながっていく必要があると思ってるんですね。それが全部シームレスにならないと最終的にはやっぱり歩行困難者にとっては解決しないので、それが多分10年ぐらいの経営でできるようになると、本当にこうフリクションなしでどこでも移動できるようになって、本当に自由にいろんなことができるようになるっていう、そういう世界が作れるかなというふうに思ってます。ありがとうございます。それも踏まえてですね、改めて最後にこうウブンシティへの期待値だとか、ウブンシティだからできること、その未来の実現のためにメッセージを最後にいただけたらと思います。はい、そもそもトヨタとしてモビリティフォールというのを標榜していて、その中には我々のような、歩行領域のモビリティもあるし、はたまた一番端まで行くとロケットみたいなものすらあると思うので、こういうものがやっぱり全部つながっていくようにしていかなきゃいけないと思うんですね。その時にやっぱりこう個別でいろんな会社がいろんな事業とかサービスとかをやっているものを連携させるっていう意味で、このまさしくウーブンのコンセプトですし、それを実証実験する場としてのウーブンシティがあると思ってるんで、本当にこのウーブンシティを中心に今言った全部がつながる世界を作っていけたらいいなというふうに、でそこの歩行領域についてはウィルに任せていただきたいなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。結構今回のテーマ掛け算っていう大きなキーワードがあると思うんですけれども、まさにトヨタが持つこう強みだったり、ウブンシティみたいなフィールドレイヤーだったり、あとウィルさんみたいなこう特化型のいろいろ技術だとかサービスを実運用していらっしゃるところと、いろんな掛け算をすることで未来の当たり前を作っていけたらいいなというふうに思いますし、私たちはちょっと投資機能ですので、ウィルさんに限らずですね、他のスタートアップさんとかそういう接点作りで役に立てたらなというふうに思ってます。はい、ではちょっと時間になってしまいましたので、こちらでセッションを終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。